こんにちは、アカデミアの富尾です。富尾アカデミアニューベーシックは第13回になります。今回は基礎カットで作るメンズマッシュショートを作ります。基礎カットで作るからシンプルで無駄なく、覚えると応用範囲が広く、サロンで使える技術になります。サロンスタイルとしてオーダーが多く人気の高いメンズデザインになります。はじめにこのチャンネルは世界各国の言語に対応しています。多くの言語は自動翻訳はできますが、まだまだ完璧とは言えません。ですが、大体のニュアンスがわかると思います。比較的正確に英語、中国語、韓国語、スペイン語、タイ語、ヒンディー語にはチェックして対応しています。合わせてご覧ください。では、はじめに仕上がりデザインをよく見ていただき、全体のバランスやシルエットなど頭に入れてください。前髪長めのドライの状態で目が完全に隠れる長さです。横から見て斜めに襟足に向かったカットライン、そしてバックセンターのポイントがなだらかになっています。この辺のポイントもしっかり押さえてください。イメージができましたら早速始めていきましょう。では動画をご覧ください。サロンスタイルとしてオーダーが多い人気の高いメンズマッシュショートをカットします。それではブロッキングですが、今回はセンターで分けて前髪からカットしていきます。前髪の長さをどのくらいの長さにするか、まずは決めます。今回はウェットの状態で鼻の長さの中間より少し上ぐらい、目が完全に隠れる長さにカットします。そうすると、このように前髪から襟足に向かって耳たぶが隠れる長さでこのようなラインになります。最初に前髪部分を目尻の上がったラインでブロッキングします。そしてセンターラインを基準に目頭の上がった幅に中心のパネルを取り、ここからカットします。この中心のパネルはあまり角度を上げずにカットします。はじめは自分がイメージした長さより少し長めにカットします。そしてあと 6mm ぐらいと確認後、求める長さにカットします。次に両サイドの髪はこのようにカットします。こちら側も同じようにカットします。左右の長さを確認します。OK でしたら前頭部と後頭部を分けます。この耳の付け根の後ろぐらいから分けます。前髪を前方方向に溶かし、前髪をガイドに45度ぐらい前方に引き、このようにカットします。きれいに斜めにカットできました。この角度が輪郭をきれいに見せる角度になります。あとは輪郭に合わせて微調整をして似合わせます。反対側も同じようにパネルを引きカットします。常に後ろからカットする方はイメージより長めにカットします。左と右側では毛流れが違い、輪郭の出具合が変わります。ですので輪郭に合わせてカットしていきます。カットできましたらバックのカットに入ります。ヘムラインに沿って一定の厚さになるようにスライスラインを取ります。スライスラインに対して直角にパネルを引き直角にカットします。次のパネルもこのようにスライスラインを取ります。図解の A のパネルの引き上げ角度はフロントサイドでカットしたパネルの一番上のガイドを基準にします。そしてスライスラインに対して直角に引き図解のようにカットしていきます。パネルがセンター近くになるに従ってパネルの引きもセンター方向に引きカットを進めます。
襟足三つ襟付近はオンベースにパネルを引くと襟足アウトラインが床に平行になってきますが、襟足は少し斜めのラインにカットされていても構いません。後で襟足の長さを少しカットして微調整しますので構いません。このようにスライスラインに対してカットしていきます。すると襟足はこのように斜めですが、左右から同じようにカットするとクロスチェックされ問題ありません。先ほど図解で説明しましたが、フロントサイド、この上側のガイドまで引き上げ、このようにカットします。こうするとバックセンターがなだらかなグラデーションになります。バックセンター付近、パネルはセンター方向に引き寄せられます。このカット方法だとグラデーションの横のシルエットがなだらかになります。反対側も同じようにカットしていきます。ヘムラインのガイドはスライスラインに対して直角にカットします。あとは同じようにカットしていきます。あまりこのようにパネルを引くのではなく、このように引き上げカットします。あとは同じようにカットしていきます。
最後バックセンタートップ部分はクロスチェックでカットします。はい、このようになだらかにカットすることができました。襟足の長さを微調整しカットします。フロントサイドは斜めにカットしていますが、襟足にグラデーションがつくと、溶かし方によってはこのようにフロントサイドを横スライスでカットしたような形になります。ウェットカットの終了になります。では乾かしてドライカットします。乾きました。少しロールブラシでツヤを出しています。では襟足からドライカットします。襟足の毛先をまずチョップカットします。あまりストレートなラインではなく、重めの仕上がりでも自然に見えるように毛先にチョップカットします。そぎばさみで厚みの調節をします。毛先やチョップカットで髪の量はそぎばさみで根元付近からレイヤーの角度でそぎを入れます。毛先をあまり細くしすぎないようにします。こうすることで毛羽立ちが少なく収まりやすくなります。次のブロックも紙の分量調節をウィービングの要領でレイヤーに入れていきます。トップ付近は深めに毛先をチョップカットしていきます。これも毛艶を保つためとバッグ中心部をなだらかにするためです。
次にフロントサイド、下から毛先に深めのチョップカットをしていきます。フロントサイドも下からそぎを根元付近からレイヤーに入れていき、丸みを押さえます。トップになるにつれてパネルを引き上げ、毛束の中間部分にチョップカットしていきます。自然の立ち上がりとパネルを引き上げチョップカットすることで、落ちた時に段差ができ自然に馴染みます。反対側も同じようにドライカットしていきます。トップになるにつれてパネルを引き上げ、毛束の中間部分にチョップカットしていきます。自然の立ち上がりとパネルを引き上げチョップカットすることで、落ちた時に段差ができ自然に馴染みます。前髪付近は毛先にそぎを行い、あまり薄くならないように調節していきます。左右同じようにしていきます。もみあげ付近をもう一度チェックします。こちら側もチェックします。
ドライカットができましたので、きれいにシェイプして最終的にバランスをチェックします。少しウェットにして仕上げます。バームを軽くつけて仕上げます。毛流れをチェックして仕上げます。仕上がりです。横から見た仕上がりになります。前髪薄めの仕上げです。左はウェットカットの仕上がりです。右側はドライカット後の仕上がりです。はい、今回は基礎カットで作るメンズマッシュショートを解説しました。仕上げによっていろいろな表情を出せるサロンで人気のメンズマッシュショートです。まずはこの長さの基本を覚えて長さを変えてバリエーションを増やしてください。あなたの好きな長さにアレンジすることができます。僕の美容経験が皆様に役立つチャンネルになれば嬉しいと考えています。では今回の動画が参考になりましたらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますのでよかったらチェックしてみてください。
ご視聴ありがとうございます。さようなら。